こんばんは、あゆねです。今日は日本人の女性が恋人に求める条件、結婚相手に求める条件についてお話しします。そしてね、この恋人に求める条件と結婚相手に求める条件が、どのくらい違うかっていうのもシェアしてみたいと思います。私の意見ではないですけどね、一般的にです。えっと、そうですね、私の生徒さんにも、日本人の女性と、結婚したいっていう人がいるんですね。そして、この前レッスンの後に、まずどうやったら日本人の女性とデートできますかって聞かれたんですけど、私も結構年齢がいっていますし、結婚したのがもう15年くらい前なので、ちょっとね、情報が古すぎて、きっと古いので、今、この SNS がすごく発達して、マッチングアプリで出会って結婚する人とかっていうのも増えているので、私もちょっと気になって調べてみました。そしたらね、この、日本人の女性が恋人に求めるトップ5、条件のね、トップ5と、あと結婚相手に求める条件、トップ5が出てきたので、一緒に見ていきましょう。まず、恋人に求めるトップ5ですね。第5位は、容姿だそうです。容姿は、見た目ですね。その人の見た目。うん。容姿はどうですか？皆さん、容姿から入りますか？性格から好きになりますか？そしてね、4位は経済力です。経済力は、その人の収入ですね。はい。収入。そして3位に優しさ、思いやりが入っていますね。長くやっぱりいるとなると、この思いやりというのはすごくね、大切になると思います。そして2位ですね。2位は性格が合うことだそうです。性格が合うこと。日本人の、これは逆なんですけど、離婚とか別れる原因に性格の不一致というのが結構上位にね、いつもあります。だから日本人の、女性は、この性格が合うことというのをすごくなんかね、大切にきっとするんだと思いますね。うん。そして第1位ですね。これはね、私はすごくユニークだなと思いました。日本人の女性にとってはすごく大切なことだけど、世界的に見ると、あの、結構独特なんじゃないかなと思いました。1位は、一緒にいて楽かどうか、楽しいかどうかじゃなくて、楽かどうかなんですね。あの、楽しい、うん、じゃないですよ。楽しいかどうかじゃなくて、楽かどうか。楽というのは、気を使わずに、そのままでいられるかどうかということだと思います。きっとこれはね、とても、シャイって言われる日本人、そして、あの、いつもね、きちんとしていないといけない、すごく礼儀正しいって言われる日本人にとって、外でね、そうやって頑張っている分、家に帰った時というか、その恋人といる時に、全てこうさらけ出せるかどうかだと思います。やっぱり一緒にいて楽な人でないと、ずっと緊張したり、あの、ちゃんとしてないと思う人と長くいるのがね、日本人にとってやっぱり難しいということだと思いますね。うん、どうですか？皆さんのこの恋人に求める条件と合っていますか？どうでしょうか？
きっとね、ありのままの自分とか自分の意見を表にしっかり出すっていうのは、日本以外の国では結構当たり前のことなんだと思いますし、それを、自然にしてるので、この2つがね、あの、上位の2位と1位に来るっていうのは、結構驚きだと思います。じゃあ次は、結婚相手に求める条件ですね。うん。でもどうですか？結婚相手と恋人に求める条件は皆さんは結構変わりますか？あの、本来はね、きっと、まあ、お付き合いをして、ね、この先もずっと一緒にいたいと思って結婚する、その流れがあると思うんですけど、今はね、結構、お付き合いはお付き合い、結婚するってなると、何ですか、この婚活サービスみたいなのがあるので、そこでもうこんな人と結婚したいですっていう条件を入れて、もうそれに合った人とだけ、お話ししたり、デートをしてみて、結婚するかどうか決めるっていうのがね、すごく多いと聞きます。うん。じゃあ第5位ですね。5位は、金銭感覚とあります。金銭感覚。お金を使う、その感覚ですね。こういうものに、これだけのお金を払う、これが高いと思う、これが安いと思う、そういう感覚が、あの、同じとか似ているかどうかですね。それが5位です。そして4位に、優しさ、思いやりが入ってきますね。優しさと思いやりが1個下がってしまって、ちょっとあれという感じもします。うん。そして、第2位が、同率、同じ割合で、性格が合うことと、あと経済力が出てきました。性格が合うことと同じくらい、収入が大切ということですね。面白いと思います。でも、さっきの、経済力、4位だった経済力が、やっぱり結婚するってなると、2位に、2番目に大切になるということですね。うん。でもちょっと安心しました。結構ね、その婚活アプリとかでも、もう第一条件として、その収入をとりあえずみんな入れたりっていうのを聞くので、経済力にということですね。第1位、結婚相手に求める第1位も同じ、一緒にいて楽かどうかということでした。うーん、これだけ一緒にいて楽かどうかというのをみんな重要視するんですね。なので、こ日本人の女性にとってドキドキとか、ドキドキするとか、もう好きとかっていう気持ちよりも、一緒にいて楽か、安らげるかどうかというのがすごく大切だということが分かりましたね。どうですか？あとこれはちょっと、デートした時の参考までに。あの、日本人の女性が惹かれる異性の特徴を教えてくださいっていう質問もありまして、1位は気遣いができるという風になっています。気遣いですね。うーん。そして、当たり前に挨拶や感謝ができる。清潔感がある。家族や友達を大切にしている。そして、デートで、初デートでされたら嫌なことも書いてありますね。店員への態度が悪い。うーん。
携帯やスマホばかりを見る。遅刻、ドタキャン。日本人はね、やっぱり時間に結構厳しいですよね。女性がね、初デートの時に、まあ、何十分も何時間も待つってことがあったら、まず、もうその次のデートは無理かもしれませんね。あと、デート中にドキッとする男性の仕草。これも面白いです。ふと見せる笑顔。さりげなく歩道を譲る。スマートな運転。運転の上手い人が好きなんですかね。荷物を持ってくれる。これはどうですか？私はね、あんまり、ものすごく重たい荷物だったらいいですけど、男性が女性のカバンを持って歩いているとかっていうのは、あんまり好きではないですね。うーん。あと、美味しそうに食べる。食事の好みもね、合うといいですよね。私はね、やっぱり食べることってすごく、あ、大事だと思うので、食べ物の好みが合う人も、あの、大切だと思います。こんな感じで、日本人の女性とデートしてみたくなりましたか？どうですか？それとも、なんかちょっと面倒だなと思いましたか？日本人の女性とデートしたり、結婚したいと思っている人の何かちょっと参考になればいいなと思いました。日本人の私から見ても結構独特な回答が多かったなと思うので、よかったら感想を聞かせてください。そして、これからも、日本人について、日本について気になったことをトピックにお話ししていきたいので、よかったらチャンネル登録とベルマークを押してください。それでは今日もお疲れ様でした。おやすみなさい。